自然な食材が自然に火が通るっていうんですか、もう一度見直すいい機会だったんじゃないのかなと思いますけど。デザインはちょっと想像を超えるようなものかなというか、四角くて蓋がついてて、で中にそのヒノキの蓋が、これは普通の想像力では多分できないことなんじゃないかなというか、それでいて懐かしく思えたりするっていうところがすごい不思議な感じでしたね。やっぱり触った時の感じですとか、ヒノキがそう思えるのは当たり前の話ですけど、これカーボングラファイトですか、が自然のものからできてるっていうことが、やっぱり我々人間が動物である以上、自然のものに触れると何か感じるものがあるんじゃないかなと。これが人が本当に作り上げたものですと、どこか嫌な反応もし始めるんだと思うんですが、調理器具って意外と冷たく感じるものがシャープに鋭く、感じるものが多い中で、あったかさと自然な感じが、しましたね。例えば、土で作った焼き物、器、もしくは湯飲みなんかでも、同じお茶を飲むにも器一つで、持っただけでも何か感じるし、飲むのももちろんそうですけど、人としてすごく感じるってことが大事なのかなというか。穴織の角釜を使って、逆に今までがものすごく食材に対してストレスを与えてたんだなっていうことに気がつきましたね。カーボングラファイトっていう素材から来るものだと思うんですけど、火の通り方が優しいし、自然ですし、柔らかいしっていうか、ですから食材に対してのストレスがもう限りなくないんだなと。で逆に言いますと、今まで、生まれてきた調理器具って不可能を可能にするものはたくさん出てきましたけど、結構何て言うんですかね、その部分が、なかったのかもしれないというか、もう科学だけを追求していって、自然な食材が自然に火が通るっていうんですか、こういったところに関してはもう一度見直すいい機会だったんじゃないのかなと思いますけど。焼く、蒸す、煮る、あとは揚げる、いろいろありますけど、私は煮る、炊くっていうんですかね、そこが一番この機能を発揮できることなのかなと。それってすごいシンプルな料理法なんですけど、今まであった当たり前のことがより美味しくなるっていうのは、これはすごいことだと思っておりまして、いろんな普通の鍋ではなかった形状ですとか、あとは火の通り方もそうなんですけど、やっぱりなかったかなと思っております。で今日お出ししたお料理はアワビの大山煮というものがまず一つなんですけど、アワビもやっぱりそもそもは硬いもの、で大豆も硬いもの、あとは野菜も人参ですとかごぼうとかっていうのはそもそも硬いもの、これを通常ですと長時間かけてゆっくりコト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 柔らかくしていくっていうのが料理だったんですが、まず時間的にはかなりスピーディーにその機能がいくのと、あとは炭で魚を焼くような、炭で魚をやると中から膨らむようにして焼けるんですね。それが角釜を使うと煮るでできるのかなと。ですからアワビや大豆が膨らむように火が入る。これが遠赤外線や耐熱やあと保温力に他の鍋とは全く違う長けてるところがあるのかなと。でただスピードを速くするだけの圧力鍋なんていうのはもう散々性能のいいものはたくさん出てるんだと思うんですが、やっぱりどこかストレスを与えてるんだと思うんですよ。で穴織の角釜はスピーディーでいて食材にストレスを与えず、自然で柔らかい火の入れ方、これはなかったんじゃないですかね。料理の創造は無限でありまして、火を通すということからどんなこともできるんだと思うんですが、あえて私はあんまり変わったことをやるようなタイプではないので、普通に里芋や大根を
炊くだけでももしかしたらこれだけ違うっていうことは見せれるのかもしれませんし、今日ご飯を、2種類出しましたけど、特にご飯炊くことに関してはあれ以上はないんじゃないんですかね。羽釜とか土鍋とかいろいろあって、それもそれで素晴らしいあれなんですけど、それ以上の機能がもうそのカーボングラファイトってこの素材とこの対流すると、あと保温力で全部できてる。ですからあとくっつかないですよね。今までやってたことがより美味しくなっていくっていうことなのかなとは思うんですが。